Mesha to be Season 5今回のMesha to beは定山家時は界隈。7件です。それでは早速 Let's get it started 1. Makamanai Morli no pan ある日森の中熊さんにじゃなくてパン屋さんがあるのです。その名も森のパンさん。住所的にはまあ駒内なんですけどね。あ、そうなんだ。しないとは思えない。もう森だよ。森です。森の中に突如現れる私憧れのコンテナ住まいを具現化したようなパン屋さん。はい、シーズン3でもご紹介いたしましたが、久しぶりに再訪。でもやっぱパン屋さんはあれだね、朝に来ないと残りが少なくなっちゃうね。残念。恒例のクロワッサンチェックと行きたかったのですが、今はまだ暑いので来月あたりからお目見えするそうな。ああ、コンテナ内が暑いからクロワッサン系はダメなんだね。パンは生きてますからね。気温湿度で変わってくるんだよ、きっと。なるほど。というわけでこちらの人気商品、焼きたてフィナンシェとハード系くるみとレーズン&キッシュをいただきます。キッシュのパイがサクサクで軽い、中のかぼちゃもホクホクでナチュラル。人生で一番美味しいキッシュいただキッシュ。これは美味しい。タルト地が最高だねこりゃ。キッシュなんてそんな食べないでしょ。何をおっしゃる。タイに滞在していた頃は毎朝スタバでキッシュが日課だったんさ。あの頃のバンコクは美味しいコーヒーもなくってね、毎朝スタバってた。スタバ行くあったが想像できないね。ハード系はくるみゴロゴロ、外はカリッと香ばしくて美味しい。これああ、美味しすぎて差し歯がぽっきりさ。マジウケるんですけど、ハード系にしても随分硬えな思ったらマイティースでしたとさ。そりゃ硬いわ。ハード系のパンにはご用心だね。フィナンシェも独特のねっとり感というか、焼きたてだからなのかな。これは人気出ますな。ねえ、やっぱりこちらのブーランジェさん札幌トップクラスの腕前なのでは。賛成。はい、パンは産生食品に分類されます。そうなの。 2. Jozon K Mori no Hyaku Nichi Koli 森の100日氷は夏から秋にかけて定山系の景色の移り変わりが美しい100日間だけお目にかかることができるかき氷屋さん。本店を予約しようと思いましたが予約させず、前日の18時予約受付開始なのですが、18時になって速攻スマホで予約を開始するも18時3分には満席に。チーン。すんごい人気なんだね。希少価値ってやつでしょうかね。ってことで山の風町店の方は午前10時から整理券を配布とのことですが、9時頃から並んでるとかって書き込みを読みまして、グリーンにしては早起きして頑張りました。9時頃到着もこの日はラッキー、1人しか並んでない2番目をゲット。9時半頃には10人以上列になってたよ。通常メニューは木いちごかくるみとバナナきなこの2種類。季節限定のやそか氷はぶどうとのこと。迷った挙句今回は木いちごのかき氷に決定。はい。かき氷が登場。ちっちゃ。これで1815円？ぼったくりじゃね？これは前菜口直し用。いや、まだ食ってねえし。大葉とシロップのかき氷でございます。さっぱり用ってことなのか。はい、メインの登場です。見て、予想よりでかい。でかっ。真っ白で雪みたいで可愛いしよ。ミルクのエスプーマが滑らか、優しい口当たり、氷もふわふわ、中には木いちごがたっぷりで甘酸っぱさがいいですね。そして食べ進めると隠れキャラが。おお、ほじくり食いか。楽しいね。何が出るかな。玄米ババロアと塩クッキーがお目見え。ババロア&クッキー。よかったね、クッキー。ねえ、クッキー好き。氷で口の中がまひってて玄米の味がよくわからなかったけど、これは嬉しいサプライズ。クッキーは口直し的役割でグリーン的にはありです。あり。100日しか営業してないってのがミソだね。憎いっす。また来年が楽しみでマジで美味しくなっちゃいますね。でアイスクリーム頭痛の方はどうでした？アイスクリームヘデイ。それも若干あり。厳しいねそれ。でも大丈夫、乗り越えられるから乗り越えられないやつあるからねあったね。どこだっけあれ。忘れた。あれは辛かったな。キーンなるやつね死ぬかと思った。 3.
Jozon-kei, Karaku. 温泉街のディープな裏路地に佇むなんとも昭和な明かりを灯すラーメン屋さん。1985年創業の老舗ラーメン店。定山系を切り込んだ方なら、はいはい、あそこね系。飯旅図も気になりつつもずっと入らずに見過ごしてきたちょい小なお店。なんでだろう、ディープすぎるのかな。Deep. そうなの。ちょうどどこでも行っちゃう飯旅ビーズでも腰が引ける系のお店なんだけど、現代は便利よね。ネットで噂を見てみると、皆さんキムチチャーハンを絶賛されててね。そうなんです。そんなに言うなら一度来てみようってことでね。はい、なんとも昭和レトロな雰囲気がいいですね。温泉街のラーメン屋さん。温泉で働くピーポーでしょうか。常連さんたちが何やらお店の母さんとワイワイ楽しそう。ねえ、はい、最初から決めてました。迷わずキムチチャーハンと醤油ラーメンを注文。待つこと。じゃないよ、待たない。ものの3分で着丼。早っ。着丼とともに雑味のないチンタンスープのいい香りがほわーんとね、食欲をそそのかします。見てください。この懐かしい感じのラーメン。スープ一口飲むとあっさり優しい。あったまる。これこれは飲んだ後の締めにぜひいただきたいラーメンですな。このチンタンなら塩もうまかろうて。塩も美味しそう。はい、これが噂のキムチチャーハン。なるほど、こりゃあいいね。固めに炊かれたご飯が最高のチャーハン加減だ。辛すぎず程よい塩味のしっとりチャーハン。一緒にスープがついてくるのも嬉しいね。もちろん汁浸し食いも最高っす。辛くさんはそんな辛くないね。この界隈では定山系の生き字引きって言われてはるとか。また日帰り温泉来たら酔っちゃうね。いや、これは温泉泊まって飲んだ後の夜泣きにいただきたいラーメンでしょう。夜は11時までよ。11時か。ほな間に合わんか。11時はまだ序盤戦だもんね。だ。4. Tokiwa, Dining Buono. ユーラニャニャニャさんからクリームパスタが美味しいですよ情報いただきましてやってまいりました。南区常盤にありますダイニングボーノというお店がおすすめです。でね、支笏湖へ向かう道沿いね。そうそう、ご家族経営なんですね。パパさんシェフと元気なママさんと娘さんで切り盛り。全員結構しゃべる系。常連さんと仲良く談笑されておりました。楽しそうだね。オープンから次々お客さんがやってきますね。後からやってきた隣の兄さんに、今日のカツカレーのカツフラノポークだぜってパパさんが推してらっしゃいました。カツカレーあんのかい？イタリアンなのに？あるの。美味しそうだったよ。仕込んだばかりでシャバいのが美味しいんだよってパパさん言ってた。自分でシャバいのいいね。ちょっと高級だけどね。なんぼ？1700円。手出ないな。ケチ。クリーム系はカルボナーラが一番人気みたい。でも自分の好きなもの食べてってと言われたので、今回はエビとほうれん草をチョイス。だってどっちも好きだから。ああ、うまいね。クリーム系にエビにほうれん草。クリーミー豚骨系の家系みたいだね。そうか。はい、パスタ登場。ラーメン丼に入ってるタイプ。あ、やっぱラーメンなんだ。違う。エビは5尾も入っててプリップリ。クリームソースもたっぷり。しっかりアルデンテのパスタが美味しいね。アルデンテ。ニンニクがちょっと効いてんのかなこれ。まあイタリアンだからね。サラダもシャッキリ新鮮。ママさんが美味しいから使ってみてこのドレッシングって。あらあら、いろいろ推しの強いお店だね。いや、そんなことないよ。アットホームなほんわかイタリアンでしたとさ。ビネガー強めのさっぱり美味しいドレッシングだった。スパッなったけど。いや、イタリアンのサラダは大概スパッってなるからね。素晴らしい。何かと美味しい楽しいお店でした。ほな、おいちゃんもカツカレー食べに行ってみようかな。あ、いくらだっけ？だから1700円。小遣いあげて。無理。じゃんじゃん。ニューヨーク。Jozon-kei, Kyujitsu-yu. 定山渓は休日ビルジング内にあります休日湯さん。視聴者さんからおすすめいただいたのでやってまいりました。いいなあ。スケジュールの関係で今回は別々温泉定山渓ってことで、おいちゃんはビューホテルへ。その模様はまた別の機会にご紹介しますね。はい。
ってことで、まずは3階でコースを選び精算。受付で下駄箱の札を渡し、ロッカーキーをもらうざます。普通のシステムだね。へえ。不満ない。なんだい。大浴場は2階にあるので向かってみると、浴場入り口までの廊下が美術館になってる。素敵な空間使いだね。ね。さあ、いざ入浴でロッカー探したら、渡された番号のロッカーがなくって、もしかしてと思ってたら、もう一人のお姉さんがうろうろしてて、いや、渡されたロッカーの番号がないのと、いくら探しても見つからないので、2人でそそくさ3階に戻ると、まさかの男湯のキー渡されたっていうハプニングに見舞われ、2時間のうち5分以上のロスタイム。なんですと？アディショナルタイムもらわなきゃだね。そ Additional れ time. 絶対韓国人なら暴れ狂ってるぞ。そうなの？そうなの。念のため急げとせわしなくすっぽんぽんになり、ニューヨークでございます。ポンポンスポポンスポンポン。15人サイズのタワーサウナは90度くらい。下段と2段目真ん中にハルビアストーブがでーんと2台あるんじゃい。しかも2段目中央には主と呼ばれる招き猫が見守ってくれております。水風呂温度計は 14.6 度ですが、体感16度ぐらいかな。ちょうどいい冷たさ。深さが114センチで天井からミストが降り注がれてて、これまた気持ちいい。なんか良さげ。露天風呂にはデッキチェアとアーディロンチェアに天井から吊るされた卵みたいなエマニュエル夫人みたいなやつが2個。はいはい。広くはないけど空いてるのでしっかり整える環境。コンパクトなんだけど遊び心があるお風呂だったわ。なかなかの休日湯だったってわけだね。はい、ここはとても静かだし、なんかご褒美でゆっくりまったりまた訪れたい場所ですね。で結局ロスタイムは認められた？いえいえ、ちゃんと時間通り出たから。やらもったいな。日本人だね。日本人だもん。Today's Katsu Curry. Joseon K. Kissa Forense. 定山系温泉街のメインストリート230号線沿いの一番中山峠寄りの方ね。1974年創業、定山系の老舗喫茶店。はい、カツカレー美味しいお情報いただきましたのでね。お店に入るとコーヒーのいい匂いがほわーんと。10年ぶりかな、ここは。もっと前じゃない？結婚前っしょ、確か。ああ、そっか。そんな前か。どんなカツカレーだったか全く記憶にございませんが、カツカレーをいただいたことは間違いございません。私はナポリタン食べたんだっけな。maybe 多分ね。Maybe to いやー、美味しかったっすね。こんな美味しかったっていう大好きなタイプのカレー。もっと食べたい。これ SB だと思うんだよね。あら、大好きなやつじゃん。はい、これは今年食べた100件ぐらいのカツカレーの中上位に来るやつですよ。のまた食べたい。特別な個性があるわけではありませんが、日本人が刷り込まれている懐かしい美味しいカレーです。これみんな好きだと思うな。あら、よかったね。はい、思い出させてくれてありがとうです。今度から定山系を通過するときは腹を空かせておかにゃだね。だね。 7. Joseon K. General Coffee Store. 国道230号線沿いで札幌から向かうと定山系温泉街の入り口付近にございます。何やら楽しそうな雰囲気を飯旅センサーがピコンピコンして寄り道。お店に入るとコーヒーのいい香りとともに雑貨やら洋服やら靴やら見たことがないようなヴィンテージグッズが観葉植物やインテリアの隙間に所狭しと並べられています。いろいろ見てると時間が経つのを忘れちゃう。こちらはもともとヴィンテージアメリカン家具や雑貨、古着を扱うショップが経営するコーヒー屋さんね。オーナーがアメリカ滞在中に体験したサードウェーブコーヒーの世界観を Third wave of 日本に持ち帰りたいという志で開いたお店なんだそう。サードウェーブコーヒー？サードウェーブコーヒーは2000年代以降に生まれた豆本来の品質と一杯一杯の体験を重視するコーヒーのトレンドで、高品質なコーヒー豆を使用し、豆の個性を最大限に引き出す浅煎り焙煎やハンドドリップで丁寧に抽出されるコーヒーのことさ。初めて聞いた。おでもなでよ。
このお店のことを調べてたらチャット GPT が教えてくれました。ブルーボトルコーヒーがやり出しっぺみたいなやつだね。はいはい。いやー、美味しいコーヒーでしたよ。これ値段は張りますが、これ本当に価値のある一杯だと思います。長年シアトル系に席巻されていたコーヒー業界事情ですが、これは流れが変わりそうですね。こういう美味しいコーヒーが求められる時代になりそうですね。美味しい。びっくりした。最近のセブンイレブンのコーヒーが美味しくなったのも、ひょっとしたらこの流れなのかも。多分そうかもね。似たタイプの味ですもんね。セブンと一緒にしたら怒られちゃいそうだけど。セブンイレブンもそれだけ美味しくなったってことじゃないかしら。確かに最近のセブンイレブンのコーヒーは美味しいね。アフォガードも美味しいよこれ。ねえ、久々に美味しいコーヒーをいただきました。超ビターな酸味皆無の超絶好きなタイプの味だけど、嫌な苦味がなくてすっきり爽やかなんだよ。うまし胃にも優しそうな気がする。確かにここは温泉絡みで休日をゆっくりまったり過ごすのにちょうどいいね。ねえ、今度から中山峠で揚げ芋食うのやめてここに寄ろうっと。だぜ。コーヒーは弱酸性ですが、消化燃焼されて残った成分がアルカリ性を示すため、栄養学的にはアルカリ性と分類されています。どうでもいい。Jikai no Mesha Tabiwa. Gachi Day Mata Tabathai. The show was shocked or Abihiro Hen Death. O Tanoshimani. See you soon. どこの国行っても空港やゴルフ場のカウンターで声を荒げて怒ってるアジア人をよく見かけるんだけど、大概韓国人なんだよね。どういうわけか。そうなの。友達にも結構韓国系の人いるんだけど、怒らせると怖いタイプであることが確か。確かだ。それはソウルの運転マナーを見るとよくわかります。いや、そんなに？多分視聴者さんでうなずいてる人結構いると思うんだけど、この結構温厚なおいちゃんが激高した唯一の国ですからね。ファッキンって英語初めて使ったっていう。そうそう、どっかの親父の小言で話したはずなんだけど、ちょっと探したんだけど見つからなかったんだよね。喋ってたね。マジドッキリかと思った。ソウルに行ったら空港から電車が便利なんで、電車を使った方がいいと思いますね。本当にやばいですから、車はならないに限る。送迎も断って電車で行った方がいいんじゃないかなっていうぐらいの。やだ。じゃあ電車にします。もうクソお前の運転には我慢ならね、止めろって叫んだからね、俺。日本人でそんなに切れるとは思わなかったんだろうね。俺もそんなに切れたの初めてだ。